ね、この、どの層をとっても、ね、温度がないってところはないよ。それで全部温度あるよ。はい。で、うん。えで、この間のちょっと豪運っていう話も、あの、どういう風に繋げてったらいいかな。例えば、ね、あの、層が違うから、個体としての性質ってあるよねって。例えば、えね、硬さっていうものが出てくるよね。ね、形を伴っているっていうのが、ね、式っていう風になって、で、カンカンって叩くと、ね、物理的に接触っていう感覚が生まれるでしょ。で、それが銃だとかさ、ね、で、冷たいなっていうような感覚があったりだとかっていう風に、ね、で、そこに私というものがあるんだという誤解が生じてしまうと。だから、氷の中に氷はいないよねっていう話をしてるわけです。でも、氷と呼ばれる状態はあるよね。うん。で、それっていうのは、ね、神や仏って言われるようなものと、本来は同質だよねって。プラズマってどういう状態ですか？もうググれってなるんだけど、プラズマっていうのは、この気体からの、あの、薬価からイオンを抜いた状態がプラズマになるんです。気体にも、これとこれとこれ、何が違うのかっていうと、分子の結合の状態が違うわけです。はい。えっと、キャップどっか行っちゃった。まあいいや。えっと、まずさ、物質ってさ、あの、原子とか分子とかさ、やったの覚えてる？はい。ね、細かいね、原子、分子、原子がより集まったのが、分子。はい。ね。で、これが、こう、みちってくっついちゃって癒着している状態が固体っていうことになるわけです。はい。これわかるよね。で、液体っていうのは、一応まとまりはあるんだけど、この接続が緩いんですよ。だから、この分子の、連携の自由度が増しているのが液体っていうことになります。で、気体っていう風になると、もっと自由度が増して、こういう風に分子がね、くっつかないで、動き回れる状態になってるわけです。これまでついてこれます？はい。で、この分子、原子の中には、電荷って言われる、要は電気の性質を帯びているわけですね。プラスの性質とマイナスの性質がありますと。で、エンタルピーがね、さらに、上がると。要は、ものすごい熱い状態に物質を置くと、この分子構造も溶けちゃうんですよ。そして、この分子からイオンっていうのがポコンとまた分離しちゃうんですね。で、その時に、どっちだっけ？イオンがマイナスだっけ？プラスだっけ？どっちか忘れたけども、逆だったらごめんね。こういう風に電荷もバラバラになっちゃうっていう。で、さらに、分けられたってことだよね、細かく。はい。で、それをプラズマって言います。はい。気体から脱イオンでプラズマになります。はい。これまでご理解いただけましたか？わかんない方は、熱力学だとか、さっきの相転位っていう
キーワードで、検索していただければ、インターネットいくらでもそういった情報出てくると思いますんで、はい。だからそう考えると分かりやすいでしょ？はい。全部が熱。熱しか存在しない。はい。あったかい気持ちになると緩むでしょ？ね。ね。これは分かれているっていう風な感覚が非常に強いんで、ね、そこに分別っていうのが当てはまるわけですよ。氷1個2個って、数えれるわけだから。液体ってさ、数えられないじゃん。ね、コップとかに分けて、ね、数えることはできるけど。うん。で、これがいわゆる分別があるから、その相対、ね、見るものと見られるもの、認識するものと認識されるものみたいな感覚、になるわけ。で、ここがワンネスっていう風になって、ここが非二元ってなって、で、プラズマになるともうそういうとこからの下脱っていう、また違うフェーズの話になってるわけよ。ね。で、あのとりあえず、そこ考える前にさ、って少なくてもこうなってるとこからこうなったり、こうなることが大事でしょって話で、その先何あるんですかってのは、別にいい話でさ。うん。で、ね、ここからここ、ここからここっていう風にフェーズが変わった、液体ってそういうことか、気体ってそういうことかっていう固体の性質を帯びてた氷が理解したりだとか、あるいは実際に液化してったりだとかね、これ昇華って言うんだけど、あの、例えばさ、ドライアイスとかって、ここ経由しないで固体からいきなり気体になるでしょ？ね。で、そういう風に、悟りも、ここからここへの悟りもあるし、ここからここへの悟りもあり得るわけです。で、一回悟ったなんだって言っても、そこにまたね、自我っていうものを作り出す冷却作用っていうものが加わると、これは元に戻るわけですよね。ね。で、これさ、うーん固体っていうのはさっき言ってたように、分子構造がもうキューって収縮している状態だよね。だから、え緊張とか恐怖とか不安っていうのは、キューってなるよね。だから、ここの冷却作用っていうのは恐れなんですよ。うん。で、あの、この温度っていうのは相対だから、ね、あの私より温かい人に触れると私が溶けていくっていう状態が起きるけど、私より冷たい人に会うと、自分もまたその冷却の影響を受けるわけですよ。あの、で、あの、私をもっとキンキンに冷やすような人と一緒にいたくないっていう恐れそのものがまた冷却作用になって、我というものを存続させるっていう。ドライアイスと氷の違いってあるのかなって。氷ってのは一般的に H2O がね、固体になったもの。ドライアイスってのは二酸化炭素が固まったもの。
うん。ね。で、そのキューとなってたところから分子構造が離れていく。ね。そうすると、緩むっていう状態になる。リラックスしていく。恐れがないって、そうふにゃふにゃってなるわけだよね。ね、柔軟になっていくわけですよ。はい。ね、柔軟になると液化していきますって。その分だけ、その分子構造の、ね、まあ、癒着っていう言い方がいいのかな。専門用語ちょっとわかんないけど、そのくっつくっていうことがなくなっているんで自由になってる。で、さらに、ね、気体になるとその分子と分子がよりその自由っていうね、ものになるわけです。熱が暖かいと解放、ね、解放、実際にそのエネルギーが活発に動ける自由っていう状態になっていく。ね、逆に恐れだとか、緊張だとかっていうことの、ね、その収縮のエネルギーって、我っていうのは収縮のエネルギーですって。で、それはその冷却作用のことなのよ。うん。で、え許さないっていうエネルギーは、冷却作用になります。許すっていう精神状態は、熱が上がっていきます。もう僕たち、もうこれ感覚的に知ってるもんね。ヒヤヒヤするっていうところに私が現れてくるし、ほっとするっていうところに、あの、なんだろう、解放があるもんね。はい。で、今、